さんこんにちは、ヒュンキャンプです。今日はですね、キャンプではなくいつも使っている、ギアのメンテナンスをしていきたいと思います。本日、メンテナンスするギアはこちらです。じゃん、こちらナンガの、シュラフになります。こちらのシュラフを今日は洗濯をしていきたいと思います。皆さん寝袋って洗ったことありますか？私は今まで一度も経験がなくて、どうやって洗えばいいんだろうっていうところからまずスタートしたんですけど、なんかいろいろネットで調べてみると、手洗いとか専門のお店にシュラフを預けて洗濯してもらったりとかっていうのが普通みたいなんですけど、今回は洗濯機を使って自宅で手軽に洗える方法を見つけましたので、そちらを動画に撮ってみんなにも共有したいと思います。なのでまだ寝袋を洗ったことがない方や手洗いが億劫っていう方はぜひこの方法で試してみてください。と言っても今回私も初めて寝袋を洗濯するのでどうなるかわからないんですけど、果たして手間をかけずにふわふわに生まれ変わるのか、早速やってみたいと思います。洗濯するにあたって使うものが1点あります。そちらがこれです。ダウン製品のための専用洗剤ということで、こちらの洗剤を、Amazon で購入しました。一応ね、パワフルな洗剤力で保温性、撥水性の回復をしてくれる洗剤みたいです。こういったダウン専用の洗剤、または、中性洗剤を使って洗うのがいいそうです。で、はじめにですね、洗い方の手順を説明します。丸1、寝袋を裏返してロール巻きにし洗濯ネットに入れる。丸2、ダウン専用洗剤もしくは液体中性洗剤を適量入れる。丸3、洗濯機に寝袋を入れて毛布を選び、洗濯、すすぎ、脱水まで行うです。今伝えた3つのポイントを押さえながら実践していきたいと思います。寝袋を裏返しにしてロール巻きにしていきます。裏返しにしてこれでくるくる巻いていけばいいのかな。よいしょ。巻いてネットに入れます。はい、こんな感じで入れられました。洗濯中にですね、ドローコードなどが絡む可能性があるので、必ず洗濯ネットに入れましょう。で、寝袋が難なく入るかなり大きめの洗濯ネットが、必要になりますので、そちらの準備もしておいてください。こちらの洗剤を入れていきたいと思います。裏面の方に洗剤の量の目安などが書いてあるので、こちらを参考に入れていきたいと思います。うおっ、くっさ、めっちゃ臭い。匂いがすごい。あ、待って、臭いのついた。あ、臭い。ちょっと気をつけてください。臭っ、匂いすごいな。はい。で、洗濯する洗濯機、縦型とドラム式両方あると思うんですけど、ここにもポイントがあるそうです。縦型の場合のポイントなんですけども、縦型の場合は水が溜まったら一時停止して水の中に寝袋を沈めておいてください。理由はですね、生地には撥水や防水加工が施されているため、空気が抜きにくく水が浸透しないからだそうです。縦型洗濯機は、横回転する仕組みなので、水に沈めておかないとぷかぷか浮いてきてしまって生地表面上の汚れしか洗濯されないそうです。なんで楽して、洗濯する分こういったコツはしっかり押さえながら工夫していきましょう。ということで、私の使っている洗濯機はドラム式の洗濯機なので、このまま普通にやっていきます。はい。そ
そしたらですね、電源を入れて毛布の機能で洗っていきます。毛布にして洗い、すすぎ、脱水まで回していきます。スタート。脱水の方は本来であれば洗濯機を使わないで手作業でやった方が生地の劣化を防ぐことができます。なので、もし時間があれば手作業の方がいいです。手作業で行う時には、2人でシュラフを端と端で持ってねじっていくと水を切りやすくなるそうです。次はですね、とっても大事な作業、乾かすというところに入ります。乾かし方の手順なんですけど、丸1、脱水後風通しのいいところで陰干しをする。洗濯機でも OK。丸2、羽毛までしっかり乾いたら両手で叩き、羽毛をよくほぐす。丸3、縫い目を中心に防水スプレーを吹きかける。です。脱水後はですね、ベランダなど風通しのいいところで乾かすのがいいそうです。ただ、直射日光を当ててしまうと生地が傷みやすくなるので、必ず陰干しをおすすめします。できたらなんですけど、この字型に干すと、乾きやすくなるそうです。洗濯後はですね、本当に完全に乾くまで干すっていうことが一番重要です。なぜなら表の生地と羽毛とでは乾燥速度が違うからです。ナンガの場合、寝袋はナイロン生地を主に使っているため、生地が乾いてても中の羽毛は濡れたままっていうことは全然あり得るそうです。そうするとですね、カビとか匂いが発生しやすくなってしまいます。ただ、乾かすのって結構大変な作業になるので、そこで有効な手段が乾燥機です。短時間でしっかり乾かすことができるんですけど、生地のダメージを最小限に抑えるために、低温か中温をお勧めします。コインランドリーでも OK だし、私はドラム式の洗濯機を使っていて、乾燥の機能もついているので、このまま洗濯機で乾燥していこうと思います。とりあえず乾燥20分ぐらい低温で乾かしていきたいと思います。はい、ということで、乾燥の方が終わりました。合計1時間ぐらい乾燥機低温で回しましたが、まだちょっとね、もう少し乾燥機かけてもいいのかなっていうぐらいの乾き具合だったんで、悩んだんですけど、こっからはちょっと陰干しで対応していこうかなと思います。今、外で干してるんですけど、ちょっと様子見つつ、ここから陰干しをしてどのぐらいでしっかり乾いていくのかっていうところを、検証していこうと思います。ちなみにですね、寝袋の品質表示のところに手洗いって書かれている方いると思います。これはあくまで丁寧に手洗いをしてくださいという意味のマークであって、洗濯機が使えないという意味ではないそうです。これまで説明した洗濯ネットに入れるっていうことだったり、あと毛布コースを選ぶっていうところだったり、これらの要点を守ることでデリケートな寝袋も安心して洗濯機で洗うことができますよっていうことになります。はい、ということで寝袋の方乾かし終わりました。結構ふかふかです。やばい。ちゃんと乾いてる。ちなみに2時間程度でだいたい表面が乾いてきたかなっていう感覚で、3時間ぐらいでやっと羽毛まで少しずつ、乾き始めて、でプラス3時間ぐらいでやっと全体的に、乾きました。合計すると約8時間ぐらいは、乾かす必要が、今回ありましたね。ドラム型洗濯機でやったんですけど、脱水の部分でやっぱ寝袋すごく重かったりして何度かエラーになっちゃったんですよ。多分洗濯物がどっちかに偏りすぎてて、重いから均等にしてくれみたいな感じのエラーが出てしまって、で何とか動かして直したりとかしたんですけど、それでも何回かエラー出ちゃったんで、ちゃんと脱水できてなかった状態だったと思います。でそこから少し低温で乾燥機かけて、であとはもうひたすら
ベランダと、あと部屋の中で除湿をかけながら乾かして、約8時間ぐらい乾かせばふかふかになりました。よく乾いた後はですね、両手で羽毛をね、よく叩いてほぐしてください。その後に、やらなきゃいけない工程が2つあります。1つ目が、コロコロではみ出た羽毛を取る作業です。羽毛の吹き出しや飛び出しがない場合はやらなくても大丈夫なんですけど、吹き出しや飛び出しがある場合はこういったコロコロで表面の羽毛を取り除きます。で、2つ目が縫い目を中心に防水スプレーを吹きかけることです。私は今回、こちらの防水スプレーを使おうかなと思っているんですけど、防水スプレーをかける理由は、ダウンの抜け防止です。洗濯をすることによって糸が水を吸って伸びて、乾くと戻ることで縫い目が広がってダウンが抜けやすくなったり、生地のコーティングが弱まる可能性があるということです。それらを防ぐためにも防水スプレーを吹きかけておくことで目止めにつながり、ダウンの抜けを軽減することができるみたいです。少しだけね、羽毛が飛び出てたりとかしているのを見たので、全体的にコロコロしていきたいと思います。羽毛の抜けは確認できないけど、こんな感じでコロコロ終わりました。そしたら、縫い目狙って防水スプレーをかけていきたいと思います。めっちゃいい感じ。ふわふわだし、新品みたい。はい、ということでシュラフの方をですね、洗ってみました。結果はですね、ほんと心配してたんですけど、もう新品みたくふわふわに生まれ変わってくれたので良かったです。で、乾かす時間は多分個人差あると思います。ものによってはもっと短く済むシュラフとかも全然あると思います。ちょっと今回私が自分でネットでいろいろ調べてやってみた方法だったんですけど、これからちょっとやってみようかなっていう方とか、洗ってみたいけどやり方がわからなかったっていう方々の、参考になれば嬉しいなって思います。で、一応ダウンシュラフって洗わないでいると、結露や湿気、あと汗でロフトが潰れたりとか、買った当初より保温力が落ちてしまうっていうことがあるみたいなので、最初ちょっと抵抗あるかもしれないんですけど、これを機に思い切って一度洗ってみてください。今回洗ったこのナンガのシュラフは時期的にももう夏になるので使わないんですけど、また今年の冬からね、気持ちよく使えるように今回、お洗濯をしてみました。もう本当にふかふかすぎてもうこのままこれを使ってお昼寝したいなって思うぐらいふかふかで最高の仕上がりになりました。ということで今回の動画はここで終わりたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。